はい、皆さんこんにちは。添削のお時間です。今回、お寄せくださった絵はこれです。作家のお名前はサム・ビッシュ・ワカルマさんとおっしゃるんだと思います。情報がちょっと少なくて、国籍それから絵の細かい内容がわからないんですね。サムさん、これからはぜひ、ちょっとそういう内容も一緒に添えてくださいね。ではこれについて、考えてみましょう。はい、ではやってみましょうね。お名前短くしてサムさんとお呼びしますね。で、大変しっかり書いてると思います。ピーマンと玉ねぎ、これはどうだろう、細長い形したトマトかな。とにかくこのピーマンは一番その特徴、形としてよく捕まえてますね。でよく見るとこのサムさんの絵はこのホワイトを後で乗っけてるんですね。で全体見ると多分これ不透明に絵の具を使ってるかなってちょっと思います。で、この添削は透明水彩を基本的にやってますので、この不透明で今描いたサムさんの絵を透明水彩で描いたらどうなるかということを主に示したいと思います。透明水彩と不透明水彩の違いをここでちょっと考えましょうね。でデッサン的には大変上手です。ただ一つのものがここに固まっているので、どれか離してみるというのも1個ぐらいね、離してみるのもいいかと思います。ではデッサンですね。サムさんの、ここにこんな感じに、こっちにも赤いトマトらしい箱あるのかな。そうね。なんか書かれて、なんか1個ぐらいこっちね離してみるのもいいんですね。このピーマンのね形の特徴は非常に素晴らしいですね。よく捕まえていて、こっちのこういうボコボコ感だよね。これ大変うまいし、面白いんだけどね。これ今日のね私のデモンストレーションは、じゃあこれを描いてみましょうか。ちょっとものがよくわからないんですけども、赤っぽい細長い、トマトのようなものとしてね、そういう立体で描いてみます。こうですね。はい。で、まず最初にこのサムさんの絵が不透明水彩で描かれているようなので、不透明水彩と透明水彩のお話をしましょう。不透明水彩っていうのはですね、見えるかな、こういうところですね。ガッシュとなんかそのような表示があるものが不透明水彩ですね。これもそうですね。違うメーカーのものでも多分そこに書いてあると思います。で、そういう表記ないものは透明水彩です。ね、日本語ちょっと分かりづらいですね。不透明水彩がもう一つ透明水彩ですね。で不透明水彩をどう書くかっていうと、透明水彩とは全然手順が違うんですね。で不透明水彩は、サムさんがやられたように基本的には暗い色が先に来るという描き方です。ですから例えば手順としては、まず最初に暗い色が来るということですね。そして、ちょっと乾かしますね。まず暗い色が来て、それから明るい色がですね、こうやって厚めに上に乗って、こういう描き方ですね。このように下の色を完全に隠すような感じですね。で最後に一番明るい色、例えば、今回サムさんが描いてくれた果物野菜のハイライトと同じ、例えば白ですね。このように一番明るい白が後に来ると手順です。これが不透明水彩の手順なんですね。
暗い色、だんだん明るい色。では透明水彩はどうするかっていうと、これとは逆なんですね。まずは明るい色、つまり一番明るい色は紙の白ですから、でこの手順で言うとその次の色イエローですよね。そうしますと、まずこの白に当たる部分は紙の白を残すように描くということになります。こういう手順ですね。そして最後に暗い色、例えばこのように暗い色が来る、こういう手順なんですね。全然違うでしょ。透明水彩は、明るい色、つまり紙の白を残すようにだんだん暗い色。不透明水彩はサムさんがやられたように暗い色が先に塗ってだんだん明るい色、だから一番明るい白は一番最後という手順です。これが不透明水彩と透明水彩の描き方の全く違うところなんですね。はい、それでは、サムさんのこの中で、ちょっと分かりませんけども、赤っぽいトマトということでちょっとね考えてみます。そうするとサムさんのトマトはここにハイライトがあるわけですね。だからここを紙の白をこのように残すという作業からです。で、そうですね、トマトの周りが少し黄色っぽいんですよね。だから黄色いような色をたっぷり溶いて塗るんですけども、ハイライトに当たるところはこれと同じように紙の白を残すという、まずここは重要ですね。そしてこう塗ってくるわけです。こうですね、全体塗ってもいいんですけども、例えばこうです。でその次に、そうね、サムさんのトマトなんかバーミリオンっぽい色してますね。ちょっとこんな感じでしょうか。こうやって、暗い色が少しこっちに来るわけですね。周り乗っかってくる。こうかな。そしてこうですね。下の方に来ると実が熟れていてもっと赤いですかね。じゃあもっと赤い色を持ってきましょう。これ何でしょうか。ですね。とずっと美味しそうですね。こういうふうになっている。そして最後に日陰ですよね。日陰はもっと暗いわけです。しかも日陰は暗くて冷たい色ですので、そうですね、十分そんな色を作りましょうか。このくらいかな。サムさんもちょうどこんな色してますよね。こうなってなるわけですね。一番明るいとこをだんだん暗くです。そして、あとここに反射、床からの跳ね返る反射っていう明るさがちょっとあるので、ここは絵の具を取るわけですね。こうです。あと、これがそうね、トマトかなんかだったら、この上のところに、いわゆるヘタという部分がですね、ちょっとこうあるかもわかりません。こんなことかな。色がもうちょっと複雑かもわかんないね。サムさんも多分なんかそんなこと書いてますよね。こうでしょうか。ね、この手順で言うと。で、そしてあと、サムさんは床を描いてますよね。床に映った部分。だからこの色をまずこのようにこう映してみるということになります。でも光はこちらから来てるからこれは映ったやつですね。床に落ちたこれの影はこっちにこう来るというわけですね。そうですね、サムさんはちょっとグレーっぽく描いてますけども、もう少し冷たい寒色、もっとはっきりとブルーっぽい色ですね。そのような色にするとさらにいいかもわかりません。こっちの方にこうやって影が伸びるわけですね。こうでしょうか。これで、立体が見えるということです。以下同じようなお話です。ちょっとこれじゃね、合わせて塗ってみましょうか。ピーマン、ここがね紙の白を残す。でその周りが
とにかく明るい色ですよね。こうなる、こうなっていて、徐々に暗い色が手順としてはこう塗ってくる。こうだよね。でこうなってるんだ。そうですよね。日陰の反対側は、日向の反対側はこっちですよね。十分暗くと。ね、これ今1個だけ抜き出せばこういうことですね。お隣のこっちもだからこうなっているわけですけども、で、立体をかけるわけですね。繰り返すようですけども、不透明と透明は全然描き方手順が違うんですね。まず不透明は白を使えるけど、透明水彩は白を使わないというのが大前提です。ですので不透明水彩だと暗い色からだんだん明るい色というふうに描くことができる。透明水彩は白が使えないので、一番明るい白をまず残す。そしてだんだん暗い色という手順で描くんだ。つまりこれとは全く逆の描き方で描いてるわけですね。これが、今日サムさんが上手に描いてくれたお野菜の、それを不透明から透明水彩に変えて描くとこうなるんだという話です。はい、添削が終わりました。サムさんの大変しっかり描けた、野菜果物の絵でしたけども、ちょっと不透明な感じになっていたので、今日は透明水彩の描き方として、示しました。絵を描いている方でちょっとこの透明水彩と不透明水彩が一緒になっている方がたまにいるんですね。透明水彩は明るい色から暗い色、不透明水彩は暗い色から明るい色ということでした。いかがでしたか？あなたもぜひ参考にしてくださいね。それではまた。皆さんの作品を募集しています。水彩で描いた風景画をこの動画の紹介欄に応募先を記載しておきますので、ぜひお送りくださいね。皆さんの作品をお待ちしています。